もう20年近く飲みたくなもん。最高です。清水さん、後ろで竹になった町。はい、はい、お待たせしました。このラーメン界に入ってきたのは38歳ですかね。一筋縄には行ってないんで、一回挫折は味わってるんで、続けられたのはまあラーメン大好きなんで。職場の帰りの。夜勤終わられて。そうです。ご苦労様です。お疲れ様です。酒井君の4時半に来る。おはようございます。おはようございます。もうすみません、いつもありがとうございます。世間的に悪いですって。まあ6時から抽選会、7時から並ぶ抽選会を6時からするんですけど、6時って言ってるんですけども、早い人5時とか、僕、まあ、出勤するの5時半とかなんですけど、もう出勤したらもう何人かいらっしゃるみたいなのは結構ありますね。はい。まあ、もう10年ぐらい通ってもらってる常連さんにいつも作ってもらってて、で、まあ、結構ここ住民の方とかも住まれてるんで、あまり早く来られると結構近隣の方に迷惑になっちゃうんで、どんだけ早く来ても同じように6時までで来てもらった方で抽選会みたいなのをさせてもらってるんで、その抽選くじをいつも同じ常連さんの方にいつも作っていただいてます。
6時50分集合で。おはようございます。はい、おはようございます。6時50分集合で。ラーメンもらえるんです。タコラーメン。2つだけ。初めて聞きました。何番ですか？一番。おお、それはない。おめでとうございます。初めてです。いや嘘です。全然緊張しない。いや嘘です。いや緊張しないよ。
終わりです。はい。はい。お願いします。波です。はい、波です。マジでします。お待たせしました。お待たせしました。ごちそうさまです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今年の分全部使い果たしたの。長いこと通われていらっしゃいました。来れたり来れなかったり、12年ぐらい、12年前ぐらい。中毒性高いです。一度食べたら次また食べたくなります。なんか盛られとんちゃうかなっていう思うぐらい、その醤油ラーメンの酸味が大好きで、それがうまいのと、それから麺のやわさ、これが絶妙。しっかり湯がいて、で柔らかめに仕上げてるんやけれど、食べるとしなやかなんだけどコシはしっかり残ってます。であそこにも書いてると思うんですけど、片面お断りっていう、どっちかっていうとエロい麺ですね。一元さんよりもずっとこう来る、何回もこうリピートで来る人の方が多いんで、その人たちとこう集まってこう、例えば抽選待ってる間とか、その今のこういう順番待ちとか、そういう時にその情報交換をしたりとか、どこどこが美味しかったよとか、ここに新店ができたよみたいな話をするのが、まあ一つおはようラーメンの楽しみでもありますよね。ただこれ数30とか31でやる。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。いらっしゃいませ。200円のお返しします。はい。すみません、いつもありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。夜勤明けなんで身に染みるというか、ほっと安心する。これでゆっくり寝れそうです。すごい美味しかったです。もちもちの麺、スープ、ザクザクに切られたネギがもう最高です。ラーメンを食べようと思った時っていうのは、まあ第一候補に上がるのが上陸ですね。はい、一番やっぱりその高いだけのその醤油ラーメンで食べたくなると、まずここに来るっていうのが、はい、あります。少しその酸味のあるちょっと濃い口の醤油味というか、そのたまりの味なんですけれども、あそこまでちょっと色が濃いにもかかわらず、そこまでその塩辛くないというか、その食べやすさというのがあります。店主さん自身はそんなこだわってないとは言ってるんですけれども、僕からしたらもうそれなりにこだわりを感じるような味だと思ってます。対応した後翌日仕事お
すみません、お待たせしました。肉増しです。お待たせしました。はい。56回。この朝の早うからね、朝の早うから集まるのはこの人の独演会を聞きに来たんだ。いや僕は常連さんと、弟子には厳しいです。常連さんはお客と違う。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、お待たせいたしました。ありがとうございました。僕しかないだけやなっても。注意してな。いつもありがとうございます。いろいろ優遇してもらってます。肉増し1150円ちょうどです。はい、ごめんなさい。ちょっと待って。ありがとうございます。濃いめで、だけどそこまで塩辛くはなくて、で動物性のコクがガツンと、ちょっとやわめの麺をっていうスタイルのお店なんで、そのもっちり感味わいながらで、今日も美味しくいただきました。肉増しに、はい、お待たせしました。はい、お待たせいたしました。すみません、お待たせしました。中華そばです。お待たせしました。お待たせしました。はい、どうぞ。すみません、ありがとうございます。900円ちょうど。はい。もう20年近く飲みたかな。やっぱりすごく何事に対しても熱心なところ、それが素直に伝わってくるんで、すごくラーメン自身の味わいもねそうですし、大阪でない味っていうのを
もともと高井田風という形で作られてるんやけども、やっぱりもう今彼の味っていうものがねあるんで、今毎月1回のおはようラーメン楽しみにね皆さん集まってくるんで、ここでおはようという一言の挨拶すること自身がその月の始まりっていうのがね。なんか高いだけやから朝一でやろうかなと、1ヶ月1回ぐらいやろうかな思ってますって言って、そっからです。そっからもうずっともうそっからずっとで1ヶ月1回ぐらいで優しいから「お前あんなんやってもお客さん来えへんで」と言われたんですけど、ずっと応援してくれてて、ほんでそれ毎月1回ずーっとやり続けて、気がつけば100回でやめたかったんですけどね、しんどいんでね。でもあかんやろと、みんな来られてるからあかんやろと、今200回目標に、今144回ですけど。ごちそうさまでした。すいません、お客さんありがとうございます。今からどこ？ありがとうございます。でもこれいつものやつちゃうな。そんな人ばっかり来たからおはようラーメンもそういう方たちがありえへんでしょ。返し違うつな卵にはい、中華そば。お待たせしました。中華そばです。難波グランド花月近いから、ああまあそういうでの舞台の合間に来てくれるし、あの子らも初めはお金ない時ね、ラーメンとか丼食べても500円にしてるんですよ。で昔そうしてね、ミトルズとかあいつらもみんなそんな人食べて、で僕ラーメン大好きで、僕年間250から300杯もう15年17年ぐらい食べてるんですよ。今でも僕今60歳ですけど、今でもです。それからね、今日おはようラーメンとかでみんなモンスターの人らが500杯とか1000杯とか食べてはるけど、僕はその足元にも及ばないですけど、もともとは関西電力で19年間サラリーマンやってて、ほんで、関西電力の中でも技術系のトップクラスの原子力発電所で、ウランの核分裂反応をコントロールしてたんですよ、最後。ほんで早期定年退職っていう制度ができたんで、いやもう飲食好きやから、でそこまで高卒でそこまで行ってたんで、もう中年やめて新しい世界に飛び込んだら思って、このラーメン界に入ってきたのは38歳ですかね。38歳年収800万棒に振って、ここの世界に飛び込んできました。でもいけるなと、仕事はねバーッとね、高卒の同期か高卒の中ではバーッと上ね、出世街道バッと走ってたかどうかもあれ、ラーメン界に来ていけるやろな思ってたんですけど、バイト半年してラーメンやりだして3年半やって部活飛ばずで一回店閉めて、ほんで修行して、ほんで今17年目とか一筋縄には行ってないんで、一回挫折は味わってるんで、一回閉めて、よくここまで這い上がってきたかなっていう感じですよね。続けてられたのはラーメン大好きなんで、60になっても年間300杯ぐらいラーメン食べてると、なかなかいけないと思うんで、はい、店主で60でねやってる人らはいてるけど、そこで年間300杯時間見つけて300杯食べる人はなかなか多分ねないと思うんで。あと全然違うラーメンされてたんですか？塩ラーメンとか出してました。塩ラーメン出してて、ほんで辞めて修行をやって、ほんで初め海遊館でやりだしたんで、ほんで大阪ね代表する、僕は出身和歌山なんで、和歌山ラーメンと高井だけのラーメン2つやろう思って、ほんで2本立てでやりだして、で忙しくなったんで、和歌山ラーメンなかなかスープ引いてる間がなくなったんで、ほんで今高井だけ1本で、たまに限定で和歌山ラーメンやりますけど、大阪なんでやっぱりそのご当地の高井田のラーメンやった方がいいかなと思って、それを主体にやりだしたんですよ。これは僕の見解ですけど、大阪代表するラーメン、高井田系ラーメン、それから北の揚子興産、南の金龍ラーメン、これが俺の中の
三大大阪ラーメンやと勝手に思ってるんですけど、そうですね、高いだけ言ったらほんまはね、もうちょっと醤油コーンと効いてるイメージがあると思うんですけど、そこをまあマイルドに作ってるんで、高いだけか言われたらちょっとちゃうよなという感じなんで、高いだ風という感じにさせてもらってます。俺の生存確認を皆さんしに来て、で、お客さん同士はお客さん同士でなんかこう情報交換、どこの新店とかどこか限定とかの情報交換をするなりして、ね、みんなまあわちゃわちゃと楽しく。今日で何回目？144回目、月1回で144回目ですかね。これ、まあ、144回なんで、あと56回、200回までは頑張ってやろうかなと思ってます。自分で好きなことやって、ね、まあ1回失敗したけど、ここまでね、起きて、でそれで血管ぶち切れて死ぬのはね、まあいいんじゃないですか。もうね、これ40ぐらいだったらダメですけど、もう60やしね。あとおはようラーメン終わるまで5年間ぐらいまあ生きさせてもらえたらまあ丸です。はい。あ、お疲れ様でした。和歌山に帰ります。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ご飯でどこから買うの？ああ、じゃあこっちや。目が覚める一日。なるほど。中華そばの第2のお客様、はい、お待ちしてます。いっぱいなんで、お願いします。
華そば大です。大の卵入りです。お待たせしました。半年前ぐらいに初めて来てずっと来てます。食べたくなったら難波来てます。ちょっと酸味があって美味しいですね。それと麺も美味しいです。はい。はい。生ぶりです。お待たせしました。肉増し大卵入りです。いっぱいに入ってますね。2番さん。はい。ありがとうございます。はい。大が卵です。はい。いらっしゃいませ。何名様でしょうか。2名様、はい。後ろでおかけになってお待ちください。いらっしゃいませ。お待たせしました。大のお客様。はい。大の卵入りですね。はい。3倍なんで気をつけてくださいね。中華そばの波です。はい、どうぞお待たせしました。ありがとうございます。いやめっちゃ美味しかったですね。その醤油結構濃い感じの醤油で、本当なんですかね。なんか夜に来たいですね。中華そばの大のお客様。はいはいはい。お待たせしました。いっぱいになります。中華そば大です。中華そばの卵入りです。お願いします。何名さんでしょうか。1名さん、後ろでおかけになってお待ちください。変わらずうまいですね。やっぱり中華そば好きなんで、寿司も好きなんですよ。早寿司。ここのは全然あっさりしてて食べやすくて、そんなに見た目ほど濃くなかったです。美味しかったです。ごちそうさまです。お休みラーメンでしたっあ、知ってくださってるんですか。け？いや、小笠原に聞いてる。本当ですか。おはようラーメンだけじゃないよって言われて。僕が次1回だけまあおはようラーメンの反対じゃないけど、その逆というか夜中営業を月1回だけ、まあ、そういう場を設けさせてもらってる。昼営業やって夜営業やってで終わって9時終わって11時から1時の間だけ一人でやらさせてもらってるんです。ありがとうございます。ありがとうございます。
すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、どうぞお待たせいたしました。こんにちは。ようこそ。結構あっさりめでコシがあって。ここが一番美味しい。よくうどんっぽいって特につけ麺なんて言われるんですけど、そのうどんの時の経験を生かしてラーメンのスープと組み合わせると美味しいだろうなって。これは何なんですか？これ仕込み表なんですよ。まあ右が種類であって、今日はこれしますよというような、まあ、全然、まあ、これも今やってるチャーシュー何日分なんですか1.5 日分ぐらいですね。5、60キロ。ロースバラ半々ぐらいですか？今は冷やし中華が結構出ますんで、はい、で冷やし中華はバラしか使わないんですよ。バラがだいたい7割、3割がロースですね。まあ、今売上構成の半分がつけ麺と冷やし中華なんで、まあ、スープはあんま使わないっていう感じですね。直近で一番忙しかった日で何杯ぐらい出たんですか？300杯ぐらいしたんですね。300杯。はい。この箱でね、11席で300杯やったら30回転ぐらいしないと。そうですね、しますね。しますね。
違いない。で、いや、回転はもちろん限界が。いや、ただ、ポイントは。もう今かなりお忙しいと。去年の最高記録が。確か850ぐらいですかね。850。うん、で、今月は多分最高記録なんですよ。今月は多分1000超えるんですよ。おお。どのぐらい入れるんですか。これはチャーシュー揚げるんですか。そうですね。チンタン、豚のこのお湯あるじゃないですか。これをまた別で取って、またスープに入れることによって、よりこの味の複合的な要素を出してると。こちらがラーメン、こちらが冷やし中華と、つけ麺と混ぜそば、この3種類はこちらで、普通のラーメンは左側ですね。2種類なんですか。バケツからいったのが、継ぎ足し系もずっと使ってる感じで、それだけだと、色でやったら味がちょっと薄くなるんで、皿の、ちょっと足すという感じです。おかずめでお願いします。どうぞいらっしゃって。結構長いから、ちょっと僕も上にも上がってるんで、ちょっと難しくなったんだよね。チームがちょっと変えるんです。はい、どうぞいらっしゃって。これ1番様回ってください。はい、1番様はい。お待たせいたしました。こちら冷やし中華しきらしく大盛りですね。ごゆっくりどうぞ。
言ってください。はい、じゃあ前から失礼します。どうぞ。ありがとうございます。今日は冷やし中華のシュキラシクっていうやつです。夏になったらこれ食べに行きます。あ、そうなんですか。毎年恒例。はい。インスタとかで見て、あ、この季節になったなと思ったら来ようと思ってます。何が気に入ってこう。あと冷たいラーメンが好きなので、それでいろいろ食べてるんですけど、ここが一番美味しい。はい、これ盛り付けるから。はい、こっちや。下見が。はい、おはようございます。はい、パイタン醤油です。はい。昨日、僕の結婚式でその最後に集まってた、メンバー二日酔いのやっぱ次の日は麺行きたいよなっては、鶏白湯の醤油、普通だったらいつも塩頼むんですけど、ちょっとお店に入った時にちょっと濃い匂いがしてめっちゃ美味しそうやなと。お気をつけくださいね。こちら、サンデー塩ラーメンワンタンのすぐです。お店よく来るんですか？いや、ここは初めてです。あ、初めて来られて。冷やし中華シュキラシクっていうやつです。何で知って来られたんですか？インスタか何かで見て、いろいろラーメン屋回ってるんで。あ、そうなんですね。麺が美味しいです。あ、麺が。はい。うどんに近いというか和風というか。そうですね。結構あっさりめで、麺も自家製麺みたいな。結構太めの麺なんですか？太めですね。ツルツルで、もちもちで、美味しかったです。コシがあって、喉越しも。なんか自家製麺みたいですね。あ、そうなんですね。はい。一つの麺を折りたたんで2層になってるんですか、今。そうですね。いわゆる複合っていう作業です、これが。で、伸ばして、ようやくカットに入るんですかね。そうですね。今日初めて来られた？初めて。冷やし中華どっかいいとこないかなみたいな。ネットで見て、ここ出てきたから。いらっしゃいませ。美味しかった。割と和風な感じで、なんか思ってた中華とはちょっと違うかった。でも麺はもちもちしてて美味しかったです。麺が結構しっかりしてるから満足感もあって良かったかなっていう感じです。お食事の後、メニュー見られてると思うんですけど、もう次回はありそうな感じでした。メニューの後ろにキムチ無料で食べれますみたいな感じだから、ちょっと頼む忘れてたな思って、もっと早く気づいてたらよかったなとは思いましたけど。キムチは無料なんですか？キムチ無料です。はい。はい。3番席様お願いします。はい。3番さん。お
待たせいたしました。これ冷やし中華関らしく大盛りのお赤いですね。どんどん並んでる列の注文を聞いていって。そうですね。というのは、はいこのつけ麺とか冷やし中華って7分なんですね。で、ちょっとぐらいは置けるんですよ。なので、提供がすぐ早いっていうのはありますね。はい。冷やし中華。冷やし中華。麺がツルツルで、シコシコで、美味しかった。とろろ準備しといて。お店結構長いんで。いや、そんなまだ半年ちょっと。貫禄あるか。ありがとうございます。はい、どうぞお待たせいたしました。こんにちは。ようこそ。また待ちしております。ありがとうございます。創業がね2020年の、6月20日ですね。うどん屋とかラーメン屋さんを数店舗経験させてもらった感じですね。20代中盤ぐらいからよくうどんっぽいって特につけ麺なんて言われるんですけど、それはそのうどんの時の経験を生かしてああいうもちもちした麺をラーメンのスープと組み合わせると美味しいだろうなって思ってたので。これ、さっきつけ上がりますね。お待たせいたしました。冷やし中華シャキライスクの。今日はもうあれですね。田中町あたり。はい、どうもありがとうご
ありがとうございます。まだ待っております。ありがとうございます。とろろと明太子、梅。失礼いたします。お待たせいたしました。はい、どうぞお待たせしました。極上トッピング。あ、はい。初めてではない。何回か冷やし中華を私は待ってて、やっとちょっと前に始まったんで、今年2回目なんですけど、もう美味しくいただきました。楽しくマスさんのところを見ての創業してから一番のランチ今日がランチの来客数と売り上げが一番でしたね今日。屋号がね、ものすごい変わってるじゃないですか。そうですね。はい。もうこれがね、僕の一番のこだわりで、3人子供がいてるんですけれども、下の子が末っ子の長女で、喋りたてぐらいかな。子供の時って好きなことをこう好きってちゃんと言えないじゃないですか。でその時にパパ手記パパ手記ってよく言ってくれてて、でその手記っていうワードがもうずっと僕の頭の中に残ってて、自分でお店やったらその手記っていうのを屋号に使おうって決めてたんです。小さいお子さんを敬遠するようなラーメン屋さん多いと思うんですけど、おいしいとか言ってこう食べてくれてるのをね、その厨房から見てると美味しいです。ああいいな、やっててよかったなとか、なんかそういう気持ちになりますね、ほんまに。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。
中華の調味料のからし味噌っていうんですけど、からし味噌。はい、これをね、まあ1枚に対して山盛り。これでちょっとコトコト。はい。全然足りないんで入れるとごま臭くなるんで、香りで。
入江さん、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、これタイガーどうぞ。酢豚半チャーハンですね。ご注文以上でお願いですか。はい。小松菜ですね。ぐらいです。焼きそば上がります。酢豚定食か蘭亭定食がほぼほぼですね。でその次に五目そばが出るみたいな感じですね。もうほぼほぼ全部入ってるんで。ねいいとこ取りの。そう食べたいのをもう全部入れちゃってるんで。縦上がります。縦上がります。
今日お店って初めて来はったんですか。何で調べてるんですか。この子がうまいって言ったからいかがですか。バリうまいです。今日は青山椒麻婆。青いなんかこう白麻婆。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。緑ハーブ。ありがとうございます。ありがとうございました。どういうことか。いいやが。ありがとうございました。1個は山下さんのご飯。ザンニーのはい。どうぞ。焼きそばね。あります。はい、お伺いします。これ2つでしょうか。大丈夫。はい。めっちゃ美味しい。あ、そうなんですか。めっちゃ美味しい。でもついてるんだよね。はいよー。3.5今から行くんで。危ない。僕ラーメンも。姿定食です。目立ってたよ。またお願いいたします。
はい酢豚。原田さん。はい、すみません、お待たせいたしました。酢豚の8個定食です。ご飯はおかわり10となってます。ご注意どうぞ。えって言われて。ゲームの話で大丈夫です。はい。さすがご協力ありがとうございます。全然迷わない。酢豚です。酢豚。はい。酢豚と台湾ラーメンです。はい。ここの2つは絶対食べてほしい。ずっとこれをもう言ったらもう20年やってるわけですよ。そうですね。はい。で、僕も最初来た時台湾ラーメン辛くて食べれなかったんですよ、正直言って。なんでこんなんがと思うんですけど、やっぱり食べてるうちにちょっとだから中毒になっちゃうんですよ。あれなんていうんですかね、中毒というかまあやみつきになったっていうか、もしね辛いのが苦手っていう方は、ちょっと辛さを控えることもできる。できるんですね。できますできます。なので酢豚はもうね、皆さんが想像してるあんかけのね、とろっとした酢豚とはもう一線全然違うと思うので、ぜひ食べてほしい。いつもこうカウンターに並ばれて食べられるんですか。はい。あ、そうなんですね。顔見たくないんで。いや。されるって。癒される。なんで俺に振った。ランテさんのコンセプトとかってあるんですか。 3M の、全員が掲げてるというか、ところが目指すべきところ、紳士服のアパレルの 3M からで、チケット事業部とかメガネ事業部とかございまして、で20年前にフード事業部ランテが、始まりました。なんで 3M の母体自体は70年創業経ってるんですよ。もう昔から紳士服やってる時からより良いものを、より安くで、ランテもそれを受け継いで本当にいいお料理をちょっとでも安く皆さんに楽しんでもらえるように提供していこうっていう理念でやらせていただいておりまして、みんなに美味しいものを届けたいっていう思いでやっていきますんで、はい、皆さん食べに来てくださいっていうところです。じゃあ美味しいです。美味しいですか。うまいしか出てこない。この辺りの麺であったり、もやしであったりが朝の段階でもう配達されてる。そうです。はい。それを直すとこから始まりますね。
やしすごい量ですね。もやしははいもうすごい量。もやしばっかり直してますよ毎回。もやしだけで1日何キロぐらい使うんですかね。これが何キロあんねやろ。あ、4キロやからちゃうな。20キロ 4×15 やから。4×15。はい。なんだ65キロになるんですかね。70キロとかそのぐらいですね。野菜マシマシで何キロ入るんですか。マシマシで600グラムですね。600グラム。麺が、普通大体200なんで、はい合わせて800でスープ入れたら1キロぐらいになりますね。マシマシにすると。スープですね。スープ。はい、冷やし込まれたやつを。こういう感じでプリンみたいな生身でもう弱火からスタートしてゆっくり溶かす感じ。それでこうオープンがなるときにはちょうど。そうです大体見計らって火加減調整してチャーシューの煮汁になるんですね。煮汁で作るんですね。でレードルでいっぱいいっぱい入れていく感じですね。これもスープ工場で多分作ってると思います。最終的にこういう形になるんですけど、これでいっぱいいっぱいラーメンにのせていく形ですね。これがこうなる感じですね。の作業としては、明日抜くためのスープを今日作っていくっていう作業をやってます。対してですね、ラーメンのタレと、背脂とお肉を、味付けして袋詰めして、出庫できるんです。締め切りはその6時間以上かけてますね。今の日の3時頃にもうつけてるんで、まあ14時間ほどかか
かいままにしておくと傷みやすくなるので、外側の冷たいやつと中側の熱いやつを攪拌しています。じゃあ一気に冷めていく。なるほど。この状態でもう抜いていきます。で2時間でできるんですけど、今日は少し早いです。もう状態を見ながらっていう感じです。で今煮汁を切ってる状態になりますね。氷水で、なるべく早めに締めるような感じにはしてます。美味しくない。美味しくない。作業でやると高さも分かるのでいいかな。30分ぐらい置いて。林はチャーシューを煮込んだタレを使ってるっていうのは。そうです。まあ生の醤油に、お肉をつけることによって肉の旨味が入るので、それを、要は返しとして使ってます。
これが今25分経ったんですね。今日何個ぐらい腕入ってるんですか？腕はね、今日は23ですね。見つけるのがね、大変なんですよね。よいしょ。口の方はやっぱちょっと硬い、葉っぱの方はちょっと柔らかいんで、上の方と下の方ですね、混ざるように洗っていきます。1日使うもんは朝やる感じですね。だから次の日は多分持ち越しないと思うんで。この2袋分ぐらいもう。そうですね、大体。朝やったら余裕なくなる感じです。ちょっと粗めの。粗めの方で、はい。細かすぎるとなんかあかんみたいです。風味が。チャーシュー丼とガリマヨ丼っていうのとあとライスですね。ライスがよく出ますね。ライスとラーメンと卵っていう人が結構多いです。生卵っていうのチャーシュー。チャーシュー。はい。狭山工場、スープ作ってる工場で作ってもらってるチャーシューですね。
がるみたいですね。
の味の種類は2種類あるんですか？味噌と醤油ですね。はい。豚骨醤油と味噌とどっちが人気なんですか？醤油ですかね。出るのは。はい。もやしとかキャベツとかも一回ここで湯がくんです。そうですね。これを湯がいて、でこうのして盛り付ける感じですね。テント泊してね、本当にそこでしか外してないテント。ラーメン並みのお客様をお待たせしました。こちらラーメン並みですね。ラーメン並みです。失礼します。後ろからつけ麺になります。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。お味どうですか？美味しいです。はい。めっちゃ美味しい。お店はよく来るんですか？初めてです。初めて来られたんですか？はい。もともとお店があるのは知ってたんですか？そうですね。最近。どうですか？お味。美味しいですね。美味しいです。麺を買う時点でも野菜増しとか油とかも選べるから。そうですね。お客さんもゆっくり考えてもらえるように。そうですよね。気に入ったらもう焦って言わなあかんからね。
はい味噌上がったよ。3ぐらいにしよう。みんな一緒。上からいいですか？いいやって。はい、おきに。お二人ともよく来られるんですか？いや、今日初めて。あ、初めて来られたんですね。なんか二郎系って来てみたかったんですけど、はいなんかねいろいろ言わないといけないんです、はいはいとこが多いじゃないですか。なんかここ券売機でできるって聞いたんで、ちょっと来れるかなと思って。これ実際食べてみてお味どうですか？めっちゃ美味しいです。やっぱり大にしてよかったと思います。食べきれそうです。この人が全部食べてくれるんで残して。ね、2番目。前から行こう。はい。行くよ。名前はそうさんのうちやから。書いてあるノーマル。はい。いいね。ありがとうございました。ちっちゃいのないの？これちっちゃいやつ。野菜少ないの。野菜が勝負から美味しいね。野菜が。はい。こちらラーメン小です。見て。いいよ、お願いします。はい、そうね、ラーメン飲み物。はい、お店よく来られてるんですか？僕は毎週来ますね。なんか彼女は初めてです。あ、初めてですか？初めて食べてみてお味どうですか？めっちゃ美味しいです。美味しいですか？やっぱり通う理由とかあるんですか？美味しいっていうのももちろんありますし、なんかニンニクこんな一気に食うことってないじゃないですか。それがやっぱストレス解消につながる。いつもご注文されるのってその男塾ラーメンなんですか？そうですね、塾長ラーメンしか頼んだことないですね。混ぜて、全部食べきったんですね。あ、食べました。余裕です。余裕ですか？余裕ではないです。
内もウーバーも同時にさばかないといけないから。そうですねフライドオニオンされますか？お願いします。量多めで。マシで。マシで。両方とも白あり。はい。ありって書いてください。マシか。です。すみません。あれ、今日次もう一回いけるんですか？はい。500キロの。あ、そうなんですか。南で11番で。わかりました。お待たせいたしました。一番人気は何になるんですか？菊町ラーメン並ですね。あれが一番よく出ます。汁なし熟はい、大変お願いします。
はい、いらっしゃいね。お願いしました。ラーメン並辛味噌ラーメン小汁なしラーメン小です。はいよ。辛味噌かけてな。何からかな。はい、皆さ普通にめっちゃうまい。辛い系どうなんですか？辛い系はうまいっすねうまいしか出てこない。もともと二郎系はめっちゃ好きなんでけどなんかもやしのキャベツも結構多めでめっちゃ美味しいです。野菜がもうシャキシャキしてるのがうまっ。一郎系あんまり食べたことないんですけど野菜が好きなんで、であっさりしたのと濃いので、はい、食べたら美味しいなと思って。お酢かけるのはオリジナルの食べ方ですか？はい、濃いのにあっさりしたのかけたら美味しいんで。